こんにちは。今日金曜日です。で、今日は仕事、早く終わったので、え貸し海市という、海辺の町の方に今日は、散歩しに行こうと思います。今日 OTT こんな感じです。じゃあ行ってきます。今、貸し海市の中心街を歩いてます。結構夏によく来てたんですけど、夏来た時はオンシーズンなので常に結構人いっぱいで店も全部開いてるんですけど、今はもう1月でオフシーズンなので結構道も人通りが少なくて、お店も結構閉まってるお店が多いですね。なんかもうガヤガヤしてる貸し会社しか知らないので新鮮です。新鮮だしすごいいいです。歩きやすくて。オフシーズンの貸し会市はすごいいいです。普段と違ってこうリゾートっていうよりも本当よりチルな感じで落ち着いた雰囲気で、真夏のシーズンの盛り上がってる感じもすごい素敵なんですけど、冬に来てもすごいいい感じなので、寒い時期というかオフシーズンに来る方もぜひ来てみるといいかなと思います。電車でほんとすぐ来れるので本当素敵です、この街。マリーナ沿いにこんな感じでショッピングとか飲食店がいっぱい入ってるショッピングモール的なものがあります。マリーナビューですごい素敵です。歯医者もあります。こんなオーシャンビューの歯医者最高ですね。すごくないですか？診察台がここにあって、目の前のビューはこんな海です。こんな歯医者だったら通うの億劫じゃなくなりそう。ここ僕の一番貸し会社でお気に入りのスポットです。夏よくここで泳ぎに来てました。夏場は結構この上の橋からこの川に向かって飛び込んでる子供たちがいっぱいいて、なんか可愛い景色も見ることができます。
このドンペドロっていうレストランがすごい美味しくて、雰囲気もめちゃくちゃ良くて、すごいお気に入りだったんですけど、なんか家主さんとこう揉めたかなんかイシュがあったみたいで閉店しちゃいました。もともとすごい人気店でいつも並んでたんですけど、悲しい。今駅から近いビーチ来たんですけど、でもなんかビーチバーとかスナックバー全部閉じてるわけじゃないですね。半分ぐらいやってます。波の音聞きながらこの景色見て散歩してるだけですごい気持ちがなんか落ち着きます。すごいいい気分。お散歩とかサイクリングしてる人もいっぱいいて、すごい雰囲気がもうピースフルです。このみんな心穏やかに海を見ながら歩いてて、本当癒しです。今海沿いのビーチバーで、ちょっと軽くビールをいただいてます。多分もうそろそろサンセットの時間に近いので、ちょっとこの美しい夕日を眺めながらゆっくりここでちょっと休みたいと思います。今サンセットを眺めてます。本当にめちゃくちゃ綺麗です。でなんかリスボン暮らしの本当にいいなって思うところは、リスボンから本当に電車とかバスとかで本当30分から数時間でいろんな美しいビーチタウンに行けることです。このカシュカイスも本当に30分40分で電車で来れますし、以前ショート動画の方で出してるアルパフェラとかも本当に大きなビーチリゾートなんですけど、そこも本当にバスで数時間で行けますし、本当に国内旅行がすごい楽しいです。なのでこうやって本当に気軽に電車とかバスでフラッと美しいビーチを見に来れるっていうのがすごい自分にとっていいなって思っていて、もともと海辺で時間過ごすのが本当に好きなので、日本にいた時もよく海行ってましたし、なので本当にこのリスボンのロケーションは本当に最高です。今本当に夕日すごい綺麗です。で本当に国内旅行の動画、ショートとか TikTok、Instagram でいっぱい出してるんですけど、本当にポルトガルは歴史のある美しい街が本当にリスボン以外にいっぱいあるので、そういう街を開拓していくのが本当に今楽しくて、直近だと、オビドスとかエボラとか、いろんな街行ったんですけど、本当にそれぞれすごい違う魅力と文化を持っていて、そういう街を開拓することが今すごい楽しいので、もしリスボンいらっしゃる方で結構長めにいらっしゃる方とかいたら、リスボンとポルト以外も素晴らしい街が本当にいっぱいあるので、そういうところを巡るのが本当に楽しいです。で本当にそういうところ全てバスとか電車で簡単にアクセスできるので、個人的に僕一番好きなのはアベイロっていう街なんですけど、アベイロとかもバスでも電車でも
2時間ちょっとですかねで行けるので、本当にポルトガルは国内旅行が本当に楽しい国です。そして楽しいだけでなく便利、アクセスが本当に便利なので、国内旅行すごく充実して、国内旅行がすごい本当に便利で充実してます。さあ日が沈んでまたちょっと暗くなってきました。結構こっちの街に日中来ることが多くて、あんまりこの夕焼けの時間に来たことがなかったので、すごい新鮮でした。すごい美しくて、またリスボンのシティから見る夕焼けと雰囲気が違って、すごい来てみてよかったです。なので夕焼け好きな方はぜひ、海辺の街こっち側来たら夕焼けまでちょっとここに長居するのをおすすめします。すごい癒しでした。ちょっと今日家に食料が全くない状態で果物しかなかったので、朝食兼、ランチを取りに、ちょっと近くのレストランにご飯食べに行きます。ポルトガル料理の美味しい店があって、そこに行ってちょっとローカルの料理も紹介しようかなと思います。今日もいい天気、気持ちいい。Aqui não conselhos não, é os filetes. Firma aconselhas que eu secretos com preto.すごい量でしたけどめちゃくちゃ美味しかったです。なんかフリット付きの雑炊、セットがなんかよく定番でポルトガルのレストランのメニューにあるんですけど、他のレストランで食べても結構あれ外れがなくて、なんかポルトガルのシーフードフライって本当に衣がサクサクでこう食感が美味しくて、なんか今まであんまり外れたことがないです。美味しいお店が多いです。去年母が遊びに来た時もすごい気に入ってました。一番美味しかったと言ってました。ちょっとすごい量でもうお腹パンパンなので、お腹減らすためにちょっと今から2時間くらい歩こうと思います。で今エストレラ庭園という、公園にある、
カフェに来てコーヒー休憩してます。さっき食べ過ぎてちょっとコーヒーで胃腸を整えないと胃がムカムカしそうなので急いでコーヒーを飲みに来ました。ですごいポルトガルの文化のすごい好きなところが、ポルトガルってどの公園に行っても本当にこんな感じでカフェがあって、ちょっとここ大きいタイプなんですけど、本当に簡易カフェみたいなスタンド式のコーヒースタンドとか、本当に4、5テーブルだけのカフェとかで、場合によってはちゃんとしたお食事とかお酒も出すようなカフェとかもついてたりして、本当にどの公園にもこうやってゆっくり食事とかコーヒーお酒飲みながらくつろげるスペースがあるので、それがすごいいい文化だなと思っていて、でも僕もなのでこういう風に食後のコーヒーとかはレストランとかで飲まずに、結構外に出て公園とかそういうキオスクのカフェで飲むことが多いです。本当に基本天気がいい日が本当に多いので、こうやって外でこんな1月後半の冬の日でも全然こうテラスでくつろいでも寒くないので、個人的にはこういう公園のカフェでコーヒー飲んで休憩するのがすごい好きです。でこのエストラリア庭園にあるカフェは結構食事とかも充実していて、バーガーとかもありますし、アサイボールもあるし、あとクッキーとかペストリー系も結構あるので、食事するのにも結構いいです。すごい美味しいとかじゃないんですけど、値段も高くないですし、雰囲気が本当にいいので、この公園の静けさと鳥のさえずりを聞きながらゆっくりするのはすごいいいですし、結構平日ここでリモートワークしてるザ・ノマドワーカーらしき方もよく見かけます。パソコン広げてコーヒー飲みながらお仕事みたいな方よく見ます。結構ポルトガルの公園とかテラスあるあるですね。すごいノマドの方が外で仕事してるのよく見かけます。で同じ公園にもこっちにこんな感じでもう一つカフェがあります。こっちは子供のプレイグラウンドが近いのでパパママが結構いっぱいいます。そうでこの公園にはさっき、僕がいたカフェと今お見せしたカフェの2つがあるんですけど、例えば僕の家の一番近い公園とかはカフェ3つありますね。2つあるところが多いんですけど、僕の近くの公園は1つ食事もできる割と大きめなところと、さっき僕がいたみたいな中小規模ぐらいのカフェが2つあって、合計で3つあります。なので本当にポルトガルの公園はこうやってお茶をしたり食事したりゆっくりできるので、すごいこの文化好きです。結構もう朝から割と人いっぱいいて、なんかあそこでゆっくりと自然に囲まれながら朝の時間楽しんでる姿とか、あと仕事終わりに皆さんあそこでビール一杯飲んでる方とかも結構いて、待ち合わせに使ってたりとか、なんでいろんな使い方ができてとってもいいです。なのでもしポルトガル旅行来る方はもちろん素敵なカフェとかレストランいっぱいありますけど、公園のこういうキオスクタイプのカフェでくつろぐのおすすめです。